高校生の頃に流行ったアニメの一つに、花田少年誌っていうのがありまして、原作は一色誠さんっていう人が漫画で書いてるんですけど、それが深夜アニメで放送されてまして、同世代の友達の間で学校なんかのね、話題になってたんです。花田少年誌って怪談話がベースになってるんですけど、怖い話、心霊話、そういうアプローチではなくて、人情話っていう形で描かれてる。交通事故がきっかけで幽霊が見えるようになっちゃった主人公の花田一郎くん、小学生っていう設定なんですけど、その主人公とお化けたちの交流、それがすごくいい話、感動できる話として描かれてるんです。上手なんですよね。幽霊って現世に心残りを残しているわけじゃないですか。成仏できない理由、怨念になってしまう。それをおどろおどろしい幽霊話ではなくて人情話として描いているから感動できるんですよね。なので、漫画でもアニメでもいいので、読んだことない人、見たことない人はちょっと触れてみてください。そんな花田少年誌みたいな怪談話、一つ紹介してみたいと思います。まだインターネットを文字で読んでいた時代、その頃にネット怪談ってちょっと流行ったんですよね。2チャンネルだと思うんですけど、そっから引用させてもらおうかなと思います。すごくいい話なんです。私の母方のばあちゃんの話。母方のじいちゃんばあちゃんはアメリカ人で、うちの父は日本人、母はアメリカ人。つまり、語り部の人はハーフなんですね。そのご両親が結婚する前、付き合っていた頃の話です。出張でアメリカに来ていた父。交際は当時むちゃくちゃ反対された。特にローザばあちゃんが日本人だけはダメと猛反対。しかし母もそこはアメリカの女の性格。持ち前の気の強さと揺るぎない意志で絶対に一緒になると突っ走った。ローザばあちゃんが母を往復ビンタ。絶交すると怒鳴り散らしても母は聞かなかった。母は車をぶっ飛ばして家出をして、一時期音信不通になったりしていた。日本へ行くためのお金を貯めた母は、父の住む日本、東京へ行く日になった。ローザばあちゃんは空港に見送りに一緒に行きたいと告げた。あんなに反対していたローザばあちゃんが、なぜか穏やかな感じになってたので、不思議に感じつつ、空港でばあちゃんに会った。その時に、古くて小さい日本のお守りと古びた写真をローザばあちゃんが持ってきていて、母は初めて見るものだったから、お守りって袋になってるんでね、無造作に中を開けてみたんです。するとそこには、古くてしわしわの小さな白い紙と米粒が一つ入っていた。その古くてしわしわの白い紙に、日本語でローザ、君を愛していると書いてあり、英語の綺麗な字で I love you とあった。パッとばあちゃんを見ると泣いていた。おばあちゃんどうしたのって訳を聞くと、ローザばあちゃんはおじいさんと一緒になる結婚する前の大昔に、ある日本人と恋に落ちてたらしいんです。古い写真に写っている背の低くて丸い典型的な昔の眼鏡をした優しそうな日本人。その人が大昔にローザばあちゃんが恋に落ちた三尾さんっていう日本人の彼だったんです。しかしその当時は戦後すぐのアメリカと日本。戦争の傷跡からか周囲は二人の結婚に大反対。日本にいる彼の親も大反対。三尾さんのご両親がアメリカまで来て、三尾さんを強制的に日本へ連れて帰ってしまった。ローザおばあちゃんと三尾さんは
無理やり別れさせられたんですね。ローザおばあちゃんは悲しくて、何ヶ月間も泣いて泣いて、自殺未遂を図るほど悲しかったそうです。そんなある日、日本にいる三尾さんから一通の手紙が届いたんです。その手紙がローザ、君を愛しているっていう紙とお守り。その時は日本語読めなかったらしいんですけど、住所が書いてあるんで、ローザばあちゃんは彼への愛を確信して、駆け落ちのような形で、三尾さんに会いに日本へ行ったらしいんです。どうにかして彼の住む家付近に着いて、近くを通った人に住所を見せ、家を聞くと、顔色が変わったんです。拙い英語で、デッドと言われた。半信半疑で家に行ってみると、三尾さんのお母さんがいて、三尾は自殺しましたと。あのお守りは彼が厳しい両親の目をかいくぐって送った彼からのメッセージだった。あれを書いた数日後に自殺していた。三尾さんの死を知ってアメリカに戻ったその後の狂乱ぶりは街でも有名になるぐらいローラばあちゃんは病んだらしいんです。何年も何年もセラピーにも通った。どうにかして三尾さんを忘れ、日本を忘れて、今の旦那さんであるおじいさんと結婚した。まさかお前が日本人と恋に落ちるとはね。私は三尾を忘れようと何年も必死だった。本心は三尾がいない世界なら死にたかった。あれから日本人とは関わらないようにしていた。日本がトラウマになってたからもう反対したんだよ。怖かったから。悪かったね。だけど日本人を好きになったと聞いたとき、本当は嬉しかった。とローザおばあちゃんが号泣しながら語ったという。写真には幸せそうに寄り添う三尾さんと若いローザばあちゃん。不思議なのはローザばあちゃんもお母さんも何も知らない日本人に一瞬で恋に落ちたこと、家系なのか、単なる偶然なのか。あと一つエピソードがあって、三尾さんが日本に連れ戻される前、泣き出したローザばあちゃんに、三尾さんがこんなことを言った。もし二人が引き裂かれて離れ離れになっても、僕は絶対生まれ変わってでも君に会いに来る。君がおばあちゃんになってても、僕は絶対に君に会いに来るよ。その時は僕は澄ました顔で、日本語で、はじめましてって笑って桜を見せてあげよう。僕を忘れても構わない。だけどその時は思い出してほしい。と言っていた。お母さんが初めてお父さんをローザばあちゃん家に連れて行った時、緊張しまくっていたお父さんは散々練習した英語虚しくとっさに、はじめましてって言って、中に日本桜が舞い散るスノードームのようなものをローザばあちゃんにプレゼントした。誰にも話していないエピソードだから、ローザばあちゃんはむちゃくちゃびっくりしたそうです。ローザばあちゃん嬉しかったってさ。三尾さんありがとう。ここでこの話はおしまいなんですけど、めちゃくちゃいい話なんですよね。三尾さんがお母さんの旦那さんとして生まれ変わってきていて、ローザおばあちゃんに会いに行った、そういう話なんですよ。この語り部の人のお父さんなわけですけどね。まあ生まれ変わりの話。この話を初めて読んだ時、結構僕感動していい話だなと思って、死んでしまった人の思いってこういう形で描かれてる方が僕は好きですね。おどろおどろしい心霊話、幽霊話、誰かが誰かをたたり殺したみたいな話よりかは全然素敵だなって思うんです。いい話だなって。いつもね、気持ち悪い怖い話ばっかりしてるんで、たまにはテイストを変えて、ちょっと心が温まるような、そんな話を今回紹介してみました。